こんにちは、会長です。いやー、ロレックスの人気すごいですね。投機的な意味合いも強いですが、でも待てよと、そもそもロレックスってなんでこんなに人気なんでしょうか。日本人はブランド物が好きだからでしょってだけではないんです。なぜなら日本だけでなく世界的にロレックスは支持されているからです。今回はロレックスの人気の理由、ロレックスの魅力について紹介してみようと思います。これを知ればロレックスを持っている人はより好きになり、持っていない人はより欲しくなること間違いなしです。クロノスドイツ版の編集長の方がロレックスについて、ロレックスの顧客には2つのグループがある、ロレックスについて非常に詳細まで知っているグループとほとんど知らないグループだと書いています。つまり地方での言うレクトゥールとリズールの両方に支持されているということです。それで会長はこれを読んでなるほどなと思ったんですが、時計に詳しくないけどいい時計を買おうという人はロレックスを候補にすることが多いですよね。高級時計としての圧倒的な知名度がありますから。ただロレックスのすごいところは、時計が好きでいろいろ調べた結果、ロレックスにたどり着く人も多いことです。人気と実力が半端ないという意味では、サッカーで例えるとベッカムを超えているんじゃないかとも思うわけです。じゃあ時計好きの人はなぜロレックスを選ぶのか、ロレックスの魅力とは何なのかといえば、それは圧倒的な実用性の高さです。もうとにかく使いやすいんですよね。時計に詳しくない人はロレックスに高級時計ブランドというイメージを持っていますが、ロレックスの時計はラグジュアリーウォッチというよりも最高峰の実用時計といった方が正確なんじゃないかと思います。ではこの次にロレックスの魅力である実用性の高さの理由、ロレックスの時計の機能について紹介したいと思います。ロレックスは1905年に創業したんですが、いわゆる名門と呼ばれる時計ブランドと比べると歴史はそれほど古いわけではありません。しかしこれほどまでの人気を獲得したのは三大発明と呼ばれるものがあるからなんです。この三大発明とはオイスターケース、パーペチュアル、デイトジャストのことで、これらによって実用時計たる地位を確立したんです。それぞれ簡単にご紹介します。まず1つ目のオイスターケースですが、1926年にロレックスはオイスターと名付けた時計を発表します。この時計に使われたケースはベゼルと裏蓋、リューズがミドルケースにねじ込まれた構造になっていて、これによって防水性と防塵性を備える世界初の腕時計となりました。翌年、イギリス人のスイマーであるメルセデスが10時間以上かけてドーバー海峡を横断した際にオイスターを着用していましたが、完璧に動き続けたことで世に注目されることとなります。2つ目のパーペチュアルですが、1931年にロレックスは世界初の自動巻きメカニズムを持つムーブメントを開発しました。このムーブメント、何が世界初かというと、全回転式ローター、つまり360度回転するローターによってゼンマイが巻き上がる機構であるという点です。腕時計はこれまで手巻きが主流でしたが、自動巻きになったことにより巻き上げの際に水やホコリが侵入するリスクが低減されることになりました。3つ目はデイトジャストです。デイトジャストといえば日付表示が午前0時に切り替わるという機構でおなじみですが、デイトジャストが発表された1945年当初は午前0時に向かって少しずつ日付が変わる仕様だったそうです。当時はむしろポインターデイトが主流だったため、3時位置に小窓で日付を表示するというのが画期的でした。ちなみに現在のように日付が瞬時に切り替わる仕様になったのは1955年頃と言われています。この3つの機構は現在では当たり前のように使われていますが、どれもないと使いづらいものですよね。それがロレックスによって発明されたというのは、ロレックスがいかに実用性を重視して時計を開発していたのかがよくわかるのではないかと思います。しかもこれだけではなくて、腕時計として初めてクロノメーターの公式証明書を獲得したのもロレックスです。正確に時を刻むという時計として当たり前に求められることも、ロレックスは高い水準で実現してきたということです。一言で言えばロレックスすげえんだわ。さて、ロレックスの過去の発明を紹介しましたが、今のロレックスの時計はさらに進化を遂げているんです。2015年に新しいムーブメントが登場したわけですが、これがまたすごいんです。
まずはこのヒゲゼンマイ、ブルーパラクロームヘアスプリングというんですが、これに使われている素材がすごくて、衝撃からの復元力が高く、標準的なヒゲゼンマイと比べて10倍の耐衝撃性を持っています。さらに耐磁性にも優れていて、温度変化にも強いので高精度が出やすいものになっています。そしてこの脱芯機、クロナジーエスケープメントというんですが、軽量化や刃型が見直されたことにより動作効率が 15% 向上しています。こういったことなどによってパワーリザーブが70時間に延長されているんですが、これまでのものが48時間でしたからかなり長くなっています。さらにニッケルリン合金を使っているので耐磁性にも優れています。また耐震性に関しては2010年からは天保を衝撃から守る耐震装置がパラフレックスというものになり、耐衝撃性が向上しています。そして精度に関してはロレックスは2015年からロレックス高精度クロノメーターという独自の基準を定めています。これは平均日差がマイナス2からプラス2秒以内という基準なんですが、どれくらいすごいかというと、一般的なクロノメーターの基準がマイナス4秒からプラス6秒ですから、2倍くらい厳しい基準になっているんです。と、もうこれ言ってみればスーパーサイヤ人3的な進化で、もう機能的には十分すぎるところまで到達してしまったのではないかと思います。このようにロレックスの時計は圧倒的に使いやすいんですよね。これが人気の根本にあるものだと思います。ただそれだけでこんなにも人気にはなれませんよね。やはりデザインも素晴らしいです。ロレックスの時計のデザインは実用性に配慮していて、シンプルで視認性がいいことが特徴です。さらにロレックスの人気モデルエクスプローラー1やサブマリーナーは1953年に誕生していますが、そのデザインは70年経った今でも大きく変わっていません。まさにタイムレスな優れたデザインと言えるのではないでしょうか。さて、ここまでロレックスの魅力について話してきましたが、一つ気になることがあります。ロレックスって日本ではいつから人気になったのかということです。これ調べてみたら、1997年のドラマ「ラブジェネレーション」でキムタクがエクスプローラー1をつけていたことがきっかけになったそうです。それまではリッチなおじさまが金無垢のロレックスをつけるというのが定番的だったそうですが、キムタク効果でスポーティーなステンレスのエクスプローラー1がヒットして、そこからロレックス人気につながったそうです。さすがキムタク、すげえんだわ。ということで今回はロレックスの人気の理由について紹介してみました。改めて調べてみるとロレックスがいかにすごいかということがよくわかりました。では最後までご視聴いただきありがとうございました。